マイク入っておりますでしょうか。はい、ありがとうございます。それではですね、今回第28回ですか。とりあえずクソだるい試験に何でもいいから受かる方法勉強会、発表者を務めさせていただきますワヌと申します。よろしくお願いいたします。それではですね、演題といたしまして、国試の確率というところで、五子選択式、五子択一式ですね、の確率について求めていきたいというところであります。まあこちらね、勉強しても最終的には確率で選ばざるを得ないというところもありますので、実際に確率計算してみたらこんだけ取れるんだよというところで、メンタルとしてもね、意外と楽になるというところでやっていきたいと思います。はい、ということでまずは初論ですね。国家試験とは何ぞやというところで、国家資格の取得というところで、そういうものを受けるためにやるような試験というところであります。例といたしましては、やはり有名な医師国家試験、歯科医師国家試験、薬剤師国家試験、看護師国家試験、あと私獣医師ですので、このそれぞれのメンバーの中に獣医師国家試験もちょっと入れさせていただきました。あと運転免許試験なんかもね、有名なところでは入っておりますと。そして回答方式なんですけれども、試験一般に以下の2つの回答方式が存在いたします。まず選択式、そして記述式。こちらはですね、司法試験ですとか公認会計士の試験とか、そっちの方ですと担当式ですとか論文式っていうような言い方を聞いたりすることもありますね。さらに選択式の中では回答の方法により五子択一式、一般的な5つの中から1つ選ぶ。多子選択式、複数の選択肢の中から複数の回答を選ぶというようなものですね。五子択二式、5つの選択肢の中から、2つ選ぶというようなものもあったりはします。で、ここで今回例に挙げる獣医師国家試験なんですけれども、すべて五子択一式という簡単なものになっております。問題は必須と ABCD の問題の4つに分かれておりまして、必須というのは50問で 70% 以上の正答を合格要件としております。つまり35問以上ですね。それとはまた別に ABCD 問題というのが80、80、60、60問の合計280問で 60% 以上正答することで合格すると。こちらの考え方、合格基準とこちらの合格基準、それぞれで照らし合わせて、どちらも合格基準に当てはまったものが合格になると。で、こちら補正が入ることもあるんですけれども、私はあまり見たことがないというか、この限りではなくなってしまうんですけれども、あまり入ることはないようなイメージがありますね。入ったとしてもそこまで大きくないかったとは思います。じゃあこれ計算できんじゃねってことで計算していきましょう。はい、モデルの作成です。めっちゃ単純に作ります。っていうのも私数学苦手なんでちょっと難しいの分かんないんですよ。だからお手柔らかにお願いします。モデルの前提なんですけども、選択っていうのは単純な確率に従いますよと。例えば 25% の確率で選ぶのであれば絶対 25% で、それが正答します。4分の1で当たりますということにしましょう。で、50、280、必須と ABCD280 の合計330問解くわけなので、330回の回答を操作するわけなんですけども、これ十分に大きい数としまして、サンプルとしては十分大きいものにしましょうってことですね。で、主観による変数を規定するということで、ベース統計みたいな考え方で、大体こんぐらいじゃないの、こんぐらいなんじゃないのっていうようなね、ものを確率の変数の中に入れていきましょうということです。で、どういうことかっていうと、何択まで絞れたのか、絞れそうかっていうのを、モデルの元にしていきましょうと。ちょっとね、複数いろいろと文字が出てきてね、気持ち悪いなって思うかもしれないんですけど、まず NP、こちら問題総数ですね。Number of Problems の略にした気がします。それぞれちょっとさっきの ABCD とね、文字が被っちゃって気持ち悪いかもしれないんですけど、こっちは変数ですね。A は絞れなかった。つまり、あれですね、鉛筆を転がして当てるしかない。そんな感じのものです。で、B は4択まで絞った。つまり、1個確実にこれは違うんだけどな、他わかんないなっていう感じですね。で、C が3択まで絞った2択。で、最後1択まで絞った。つまり自信を持って選ぶことができたものを E としましょうというふうに ABCDE としております。つまりそれなので、PA、これが Probability of Answer だったかな。想定正答率ですね。答えの、正答率がどれぐらいになるのかっていうのを計算してみると、5択に絞ったから5分の1、4択に絞ったから4分の1、3分の1、2分の1、1分の1。
で、これがそれぞれ問題数をかけているので、これを足したものに、NP。これをね、この数で割ったものか。この数で割ったものを計算してみますと、想定正答率出るんじゃないのってことでやっていきますと。計算してみるとね、実際に。ちょうど均一に、綺麗に絞れたとします。なんというか、それぞれ A、B、C、D、E の5つの変数があるので、5分の1ずつ、5択に絞れた、4択に絞れたというのがちょうど5分の1ずつになるというふうに計算してみると、NP が280だったので、56問ずつですね、全部。それぞれ、5分の1、4分の1、3分の1、2分の1、1分の1の確率で当たると仮定して計算してみると、だいたい 45.6% 程度の得点率が取れますよと。で、これを見てみると、あと 15% 取ればいいだけじゃんってことなんですよ。先ほどもちょっと触れました通り、どこだったっけな。これか。60% 以上です。10位の国試は。ということで、じゃああと 15% 取れば合格じゃねってことで、じゃあ実際に獲得できる例を計算してみますと、だいたい5択、4択、3択、2択、1択が15、20、40、115、90問。これぐらいの絞れ具合であればいけると。だから意外とね、これ確実に答えだって全く自信を持って言えるのが、280問のうち90問の3分の1。3分の1以下ぐらいか。しか自信なくて大丈夫なんですよ。意外と。で、これの時 60.3% ですね。そう考えると、割と超えられそうじゃないですかっていう感じですね。で、さらに現実的なところを考えてみるとなんですけど、現実的にはちゃんと勉強してきていると思うので、全く絞れなかったりとか4択までしか、これだけは違うんだけどなぐらいにしか言えないものってのは、そこまでは多くないですよね。さっきのでは一応15問と20問ぐらいにしましたけど、実際は10問10問ずつぐらいあれば、いい方みたいな感じじゃないですか。あと現実的にはね、2択まで絞って、こっち、大体こっちだと思うんだけど、ちょっと自信ないな、みたいな問題もあるわけなんですよ。って考えると、今回みたいに完全な適当に均一に分散するようなパターンのモデルよりも、実際には点数取れる可能性高いわけなんですね。一応ね、軽くその2択まで絞った上で、片方に6割ぐらい自信あるんだけどなっていう問題だけで構成されてたとすると、全体で6割ぐらいに偏りが起きるとすると、50%、50%、2分の1の確率なので、の確率で分散してたのが、60%、40% の、50から 60%、1.2 倍の確率に上がるわけなので、これが 64.4% まで上がるんですよね。さっきのやつを見てみると 60.3% だったので、だいたい 4% も上がるわけなんですね。25分の1も確率が上がると。これは相当上がると。だから、他にもね、3択でも、少なくともこの1択は違うとは思うけど、切れないな、みたいなやつだと、さらに2分の1の確率に一つ位が上がってるようなレベルになるわけですよ。っていうような感じで考えていくとね、意外といけるんじゃねえのっていうことで、まとめて考えてみると、確率論で考えてみてもね、意外と点数は取れますよねっていうことで、本番あんま気にしても仕方ないから、択が絞れた時点でいいんじゃないのってことで、実際に十分に勉強はしてきてるからもっと取れるでしょうと。絞れたら絞れただけ点は取れるから完全に分かってなくても全然意外とね、点は取れるんですよってことで、本番、意外とこれ絞れないな。ちょっと一発で分かる問題ないな。これちょっとあんま自信ないなってなったとしても、あんま気にせんでええんやでっていう感じのお話になります。はい、というわけで本番楽しんでください。じゃあお疲れ様です。